今日何やったかな。今日はね、朝、6時半ごろ起きましたね。寒くて。でそれから寝れなくて、で、8時になって PCR 検査取りに行って、8時半とか9時前ぐらいですね、朝ごはんを食べに、スープが売ってるところがあったので、そのスープのところに行こうと思って行かなかったんだ。もうなんちゅう話をしてんの、すみませんで行かなかったんだ。その友達って呼んでますけど、友達じゃないか、そういう知り合いになった男の子がそのお部屋を取っといてくれたので、取っといてっていうかセーブしといてくれたので、なのでそのまま部屋に入って寝たんですね。で寝て、3時間、11時半とか12時頃に、お昼ご飯にそのスープのお店っていうかスープが売ってるお店に行ってご飯を食べて、でお見送りに行こうかなと思って彼らの方に行ったら、見つからず、別に LINE でね、今どこにいますかっていうほど仲良くなったわけでもないので、会えなかったらいいかと思って LINE で、じゃあ皆さん元気でっていうことで、お別れをしまして、でその後私のお気に入りのうちの一つの、エッグって呼んでるんですけれども、卵型のちょっと左右に少し動くようなリラックスできる、チェアがあるところがあるんですね。多分9個ぐらいあって、本当にラウンジの一角、そこら辺に行かないとわからないようなエリアにあるので、いいとこ見つけたなと思うんですけれども、そこのうちの一角にいて、ゆっくりしてました。でそこの問題は一つだけ、アウトレットがあるんですけれども壊れてるんですよね。なので、使えなかったので、パソコンで、そのアメリカのお気に入りのドラマを見てたんですけれども、途中で、充電がなくなるっていうことで、確かそこに何時までいたかな、何時間かいましたよ。でその後記憶がないな。その後ちょっと横になれるっていうか、ちょっとリクライニング的なソファがあるので、そこに移動しました。で移動して、そこだとチャージができるのでチャージしながら、残りのエピソードを見て、であとはちょっと友達と電話とかもしたりもしてっていう感じでしたね。でもうそろそろあと1時間2時間ぐらいでここが開くっていうぐらいの時間だったので、ちょっと空港の、動画でも撮っとこうかなと思って、雰囲気をね、そんなことをして、でちょっと靴下とかそういうのを洗ってとかして、今に至ります。でもなんだかんだ時間過ぎるの早かったのでよかったな。で今のところ全然眠いって感じしないんですけど、10時なんですけどね、これから電気をちょっと暗めにして、そうすると多分眠くなってくると思うので、でもアナウンスがね、ちょこちょこ、こういう風にね、流れるので、一応耳栓幸いにもねあったので耳栓、つけて寝ようかなと思います。というわけで私は明日飛び立つわけです。ちょっと寝ます。Deutscher Zeit ist 10 Uhr morgens. どうも今、空港のゲートにおります。そこにね、JAL の飛行機が見えてるんですけれども、見えたかな。あなたは今日乗れませんってね、ドイツ人の、日本語の上手な、フライトアテンダントの方に言われてから、3日が経ちました。3日以上か、3泊4日なんでね、あまりにもショックで、その後椅子に座って少しだけ泣きましたね。その泣くっていうのは悲しいっていうか、いやなんか別にさね、別に人生最大のどうこうっていうわけじゃないけど、やっぱね、3日間ここで過ごすのみたいなショック。でもね、3日間もトランジットエリアで、寝るなんて経験そんなないじゃないですかと思って、しっかりシェアしたいと思ったんですけど、なんかね、別に盗み聞きしてるわけじゃないんですけれども、結構外国人の人、関係ないか国籍は、結構ね、周りのお客さん結構大声でね話したりしてて、あと、ブラジル人の男の子、ワクチン接種の時に見た男の子がまだ昨日もいて、ということは彼も
2泊3日ぐらいは絶対してるんですよね。しかも英語苦手で、なんか音声アプリで翻訳してたぐらいなんで、彼ちゃんと帰れたのかなって心配なんですけど、今日はまだ見てないんで、多分昨日ぐらいにどこか行ったんだと思いますけど、あとはなんかインド人の、入国できないっていう人たちがいたりとか、あとはもう一人ね、チュニジアを通ってレバノンじゃなくてね、どこだったかな、チュニジアを経由してどっかのその中東の国に帰る人がいて、その人も私と同じ時にワクチンのところにいて、ワクチンで乗れなかったのって聞いたら、そうって言って、どこに行くのって言って、そういう風に話してたんですけど、だからね、いるんだなと思って、日本人というか私と別にね、同じような理由ではないですけれども、結構ね、座ってるとフライト逃したって電話してる人とかいるから、みんなもね同じようなね思いをしてるんだなと思って、3日間過ごしたかどうかわかんないですけど、結構ねこの大変な時期なので、しょうがないね。着替えのために T シャツを買おうか悩みます。50% オフで10ユーロだったら買おうかな。 T シャツ1枚ぐらい着替え欲しいもんね。でもこれもう一生着ないじゃん。どういうこれ。はい、なんでこんな体勢で話してるかというと、あと20分しかないんですけど、思いっきり楽しみたい。でもこういうのも撮りたい。じゃあもう一緒にやろうっていうことで、リラックスしながらちょっとリポートをしたいと思います。まずね、私も3時間4時間ぐらい前にチェックインカウンターの前にいました。誰もいないのは分かってたんですけど、もうとにかくね、なんか落ち着かないんですよ。どこにいても落ち着かないから、もうそこにいちゃえと思ってね、そこにもコンフィチェア、これとは全然違いますけどあったので、そこにいました。そしたらものすごい感じのいい、男の人が「Are you エリ木村?」とか言って、と思って「Yes, yes」とか言って、そしたら「Oh, I'm so sorry, what happened to you?」とか言ってね、なんかめちゃめちゃいい人そうな、もうなんか知ってる人かのような雰囲気を醸し出す、すごい温かなね、包み込むような笑顔なんですよ。またこれがでかっこいいですよ、もちろん。とにかくで、そしたらその違う金髪のお姉さんのところ、日本語喋れる人だったんですけどのところに連れて行かれて、でいろいろ手続きやって、その時もなんか3日間どうしてたの、どこに寝てたのみたいな、すごいね、いろいろ心配して聞いてくれたから、かわいそうに思ってアップグレードしてくれるのかなって思ったんですよ、一瞬でもやっぱ聞かないとね、後悔しますよ。だからでもビジネスっていうのもね、おこがましいじゃないですか、やっぱり。それは分かってます、自分でも。だからちょっとね、本当にこんなのね、ジャラさんにお願いすることでもないんですけど、私が全部悪いんで。でも3日間ね、いろいろありまして、ご存知の通りですけども、ちょっとね、少し足が広めに座れるようなね、そういう席があったらいいなって言ったら、もうプレミアムエコノミーですよって言われて、知らなかったんですよ。で、そしたらプレミアムエコノミーはここのね、ルフトハンザのラウンジ使えますって言われて、ショックというわけで、それはショックですよ。だってさ、今日の朝から使えたんですよ。すごい寝心地いいんですよ。これ見て、これショックですよ、ショック。でもショックだけど、最後あと50分ぐらい、40分ぐらいかな、あるからと思って、いそいそとね、ここ来て、そしたらそこの出入り口のお姉さんに、いや、プレミアムエコノミーは違うよ、ビジネスだけだからとか言われて、シャンみたいな。でも私そうやって言われてきたんだけどって言ったら、ビジネスだけとか言われてさ、そうですかってしょぼんとした顔でね、とぼともまたカウンターに行って、他のお客さんにそういう他のお客様に間違ってね、案内しないように教えてあげようと思って、
テルのカウンターに行ってそのこと説明したら、もうあそこねちょこちょこ間違えるんだよねとか言って、なんかいろいろパートナーシップの取り決めがあるらしくて、ルフトハンザの、ここの空港、ちょっと私もそういうの詳しくないんですけど、詳しい方がいたら逆に教えてください。プレミアムエコノミーでも、ビジネスラウンジ使えるそうなんですね。でそれをね、日本語とドイツ語ときっと英語が堪能な、お姉さんがね、また別のお姉さんが出てきて連れてきてくれて、でこうだからって言って説明して、オッケーって言って、そのカウンターのお姉さんもごめんねとか言って、いい人ですよ。そういうわけで一回追い出されたけどもう一回戻ってきたっていうね、そういう話です。で空港ラウンジって私一回だけなんかで使ったことあるけど、エコノミーなんでね、私クルーはいつもエコノミーですよ。ホテルディレクターとか偉いところになったら、それはもちろんねビジネスとからしいんですけど、私たちみたいなね普通のスタッフはそれはもうエコノミーですよ。でそんなね3倍もするビジネスクラスなんて乗ってみたいみたいな。でも一回友達がフライトアテンダントでビジネスにいろいろあって乗せてもらったことがあったんですけど、その一回きりですね。とにかくそういうわけで今何時？7時あと10分しかない。そう、大切なことは今残念ながらお食事はサーブできないと。残念ですよね。残念だよ。だってそれなんかビュッフェみたいなの食べたかったな、飲み物も好きなの飲みたかったなって。一応簡単な軽食みたいなのを用意してあるんですけど、袋に入ったプレッテルとかですよ。でもプレッテル大好きなんで、それはね1袋か2袋もらっていこうと思うんですけど、とにかく何もなかった。そういう特別なものは何もなかったんですけど、とにかくねリラックスできるんで、なんか寝れる部屋もあってね、サラリーマンみたいな人がもううつ伏せになってねぐーぐー寝てましたよ。私そこあったら朝から寝れたのにな。いいんです、もう過ぎたことはいいんですよ。というわけで日本に帰れるだけ OK っていうことで、これからね日本に帰って、でその後3日間隔離されるんですけど、その状態、そのお話もね、していくんでぜひ見てください。というわけで、ドイツフランクフルトルフトハンザのビジネスラウンジからお伝えしました。